真実の引き寄せの法則。今日が本当の引き寄せを始める日です。もっとお金が欲しい。もっと素敵な人と出会いたい。もっと健康になりたい。生まれた意味に従って生きていきたい。こんなことが実現したら素敵ですよね。しかし、実際に願いが叶っていくプロセスやその時の意識の状態は、これまで引き寄せ本で言われているのとはかなり異なるというのが本当のところです。間違っているとまでは言いませんが、かなり言葉足らずで願いを叶えるための肝心のところが説明されておらず、誤解がたくさんあるのです。これから引き寄せの法則の誤解、そして正解をお伝えしていきますが、引き寄せの法則の固定概念にとらわれている方には少しショッキングな内容かもしれません。これまで信じていた引き寄せの法則像がガラガラと崩れていくように感じる方もいると思います。引き寄せの法則が意図しているのは願望実現だけではなく、願望実現を入り口とした魂の成長です。引き寄せの法則にはこういうプロセスがもともと入っていたのですが、流行する過程で本質的な部分が抜け落ちてしまっているようです。もし何か叶えたい夢があるのであれば、その願望は自分を超えた力や存在とも関係があるんだと、願望を今より少し広がりのあるものだと思ってくださると理解が進むでしょう。心の準備はいいですか？よければ引き寄せの法則の誤解を解いていきましょう。望んだものを引き寄せる方法ではない。さて、引き寄せの法則の誤解を解説する前に、まず引き寄せの法則とは何かを定義しておきましょう。引き寄せの法則とは、波動の共鳴するものがより集まるという宇宙の法則である。いかがですか？つまり、思ったことが現実化するとか、願えば叶うとか、願望が近くにズズーッと寄ってくるということではないんです。正確には、自分の出している波動に共鳴したものが集まってくるということが引き寄せの法則なのです。確かに引き寄せの法則という言葉を聞くと、望んだものがやってくる秘密の方法のような誤感がありますよね。本来引き寄せの法則は万有引力の法則のような物理法則に近いものです。それが意味するのは、波動が共鳴するものがより集まってくるというだけのことです。この引き寄せの法則をうまく利用して願いを叶え人生をより良いものにしようというのが引き寄せ実践です。そして引き寄せの法則を理解する上で一番大事な概念。それが波動です。波動とは物、人、出来事、アイデアなど万物に備わる性質でエネルギーの周波数のことです。ラジオを想像するといいと思います。放送局には 954kHz といった周波数が割り当てられていて、ダイヤルが 954kHz を指して周波数が一致すると番組が聞こえてきます。テレビも基本はこんな仕組みになっていて、周波数を合わせると番組を見ることができるんです。この周波数のことを波動と思って構いません。つまり私たちにも固有の周波数があるのですが、その周波数に合致する出来事が引き寄せられ、私たちは体験しているのです。そして私たちはこの波動を変えることができます。だからシンプルに言ってしまうと、自分が放出している周波数である波動を変化させれば、体験する出来事も変わってきますよ、ということになるのです。ニュース番組に飽きたから次はお笑い番組を見ようと思った時は、別の放送局の選曲ボタンを押しますが、それとほとんど同じで、現状に飽きたから次はワクワクするストーリーを体験するかと思って波動を変えれば、それにマッチする出来事を経験できるようになるということなのです。波動の高さは感情によって知ることができます。無気力だとドヨーンとしてエネルギーがない感覚ですよね。感情はネガティブです。けれども波動を上げていくと、だんだんエネルギーが増えて元気になる感じがするのがわかると思います。感情はポジティブになっていきます。つまり引き寄せの法則を使って人生を変えるとかハッピーな体験をしたいのであれば、
ただ波動を変えればいいだけなのです。私たちは波動に共鳴する出来事を経験するので、喜びの波動を持っていたら喜びを感じる出来事を経験します。愛の波動であったら愛を経験します。逆に憎しみの波動を持っていたら、周りには憎しみを持った人が集まってきます。そういうわけで、引き寄せ実践は自分が感じている感情に注意しながら波動を上げていくのが目的となります。私たちが経験している現実は、私たちの波動に共鳴するものです。波動が共鳴しているから、私たちは目の前の現実を経験している。ただそれだけなのです。願ったかどうかは関係ない。すべては波動次第。今経験している現実は自分の波動に共鳴している。この原理を理解していただければ、よく言われる引き寄せの法則は誤解だということがわかります。一番よく見られる誤解が、願望を実現するには願わなければならないというものです。神社に行って神様に祈るのと同じ感覚で願望実現を捉えているのです。あなたの中に、これをどうか実現してくださいと誰かにお願いしている意識はありませんか？確かに願望と願いは同じ意味として使われることが多いので、願望イコール願うことと思うのも無理はありません。願えば叶うなどと言いますから、日常的な感覚とも一致しており、多くの人が願いを叶えるにはお願いする、祈願する必要があると思っているはずです。しかし、先ほど説明した引き寄せの法則の原理に照らしてみてください。願望が実現するのは、あなたの波動とその願望の波動が共鳴したからですよね。この原理に従えば、願望を実現するためには願う必要はないのがお分かりいただけるでしょう。なんだ、無駄なことをやってたな、と思う方もいるでしょう。そうなのです。これを実現してください、などと願う必要は全くないのです。でも、願ったから実現したような気がするけどな、という方。それはただあなたの波動と願望の波動が共鳴しただけですよ。むしろ願望を持って願っているとき、その実現が遠のくことがあります。例えば、旅行に行きたいという願望をあなたが持っているとき、そこには今は行けないけどいつか行くというニュアンスがありますよね。今はお金が足りないとか時間がないなどの理由があって、今すぐは旅行に行けないのですよね。だから逆に旅行に行きたいと思うのです。もし1ヶ月後に旅行に行くことが決まっていたら、旅行に行きたいとはもう思いません。それよりフライトの予約、ホテルの予約などに忙しいはずです。つまり旅行に行きたいという願望を持っているとき、その願望を持っているだけで実現しないし、願望の実現を願っても実現しないということ。むしろ願えば願うほどお金が足りないとか時間がないなどの理由で旅行に行けない状態が続いてしまいます。そういうわけで願望の実現を願ったりお願いしたりするのはやめる方がいいのです。じゃあ何をするの？と疑問に思った方、それは原理通りです。ただあなたの波動を上げる。感情をポジティブな方向に変えていく。それをやればいいのです。こんにちは。ハッピケンことハッピー研究所の翔です。今回は真実の引き寄せの法則という本をご紹介します。引き寄せの法則。本チャンネルでも引き寄せの法則についての様々な本をご紹介してきましたが、中でもエイブラハム関連の本は引き寄せの法則の原理を伝える深くて濃くて本当に素敵な本だと思っています。それらのエイブラハム本を日本でプロデュースし、引き寄せの法則を広めた立役者がいるということをご存知ですか？その方こそ本書の著者である錦織慎さん。ソフトバンククリエイティブ在籍中に編集者としてエイブラハムの引き寄せの法則シリーズをプロデュースし大ヒットさせた錦織さん。もちろんご自身も引き寄せの法則を原理から理解されており、現在では日本全国はもとよりロサンゼルスやニューヨークでもセミナーを開催。引き寄せの法則を分かりやすく実践的に使えるようにする活動を行っておられます。そんな彼が
願望実現はもちろん、願望実現を超えて魂の成長や目覚めも視野に入れた真実の引き寄せの法則を教えてくれるのが本書なんです。引き寄せの法則に興味がある方は必見ですよ。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。強くイメージするのはむしろ逆効果。よく聞く誤解に、強く思えば叶う、強く念じればいいというものがあります。そもそも強く思う、念じる、イメージするのはなぜでしょうか。それは、思ったことが実現しないのは気合が足りないからだという誤解があるからではないでしょうか。自己啓発セミナーなどに行くと、願望が実現していない人にはもっと頻繁に、そしてもっと密度を上げて実現結果をイメージするように進められることもあります。この強くに引っ張られてしまうと、何かを実現するには力を込めて何かを行わなければいけない、頑張らなくてはいけないと感じてしまうかもしれません。この誤解も思考は現実化するに影響されています。もともと思考は現実化するは Think and Grow Rich というタイトル。お金持ちになろうとするための本で男性性のエネルギーに貫かれています。だから思考は現実化するに影響された人が引き寄せの法則を理解するときに強くイメージすれば叶うという男性的な誤解が生まれてしまったのです。しかし力を込めること、頑張らないといけないと思うことは引き寄せの法則の本質から見ると逆効果になってしまいます。なぜなら引き寄せの法則を使って願望を実現するというのであれば、ほっとするような気持ち、楽な気持ち、リラックスする状態になるのがいいからです。頑張らないといけないというのは日本人によく見られる価値観です。つい引き寄せ実践でも頑張らないといけないと思ってしまいがちですが、それが逆に実現を止めてしまうのです。願望が実現するときはすんなりいくものです。流れに乗るように抵抗なくすんなり叶っていきます。願いを叶えるのは簡単だな、楽だな。こんな意識になるのが実現の早道です。また大きな誤解ですが、意外とあるかもしれないのは、引き寄せはないものを補ってくれる魔法のようなものという理解です。自分は無力だけど宇宙には力がある。だから自分には手に入れることができない高級品を願ったら宇宙がポーンと渡してくれる。そんなイメージです。しかし引き寄せの法則の原理を思い出してください。波動が共鳴する出来事が起こるのですから、自分では手に入れられない、自分には力がない、持っていないという波動をあなたが出していたら、共鳴するのはそれが手に入らない現実です。あなたがないと思ったらそれを引き寄せることはない。あなたが何らかの形であると思うからそれを引き寄せる。そもそもないものを補ってくれる魔法なんて存在しません。あなたにあるから引き寄せることができる。この考え方に慣れてください。完全にある波動になればいいのです。つまり願望がすでに実現しているという意識になればいいのです。そこでお勧めするのは、願望が実現していないというない波動を手放すことです。ない波動を手放せば波動は改善され、ある波動に近づくことになります。素敵なパートナーに出会った人は、もう素敵なパートナーに出会いたいという願望は持たないことを思い出してください。願望があまり意識されない方が願望を実現した波動に近いのです。願望が実現するのは焦って婚活をしている時ではないのです。一人で幸せもいいかと緩んだ時に出会うものです。このような願望にまつわる感情に関して行う手放しを願望を手放すと呼びます。
ザ・シークレットに登場するジョン・アサラフさんのドリームホームのエピソードはご存知ですか？夢の家に関するビジョンボードを作って実践したら、知らないうちにまさにビジョンボードに貼った豪邸に住んでいたというエピソードです。ジョン・アサラフさんがドリームホームを引き寄せたのはビジョンボードのおかげではなく、実はちょっと違うのです。ジョン・アサラフさんは途中でビジョンボードを見るのをやめて倉庫にしまっていたのです。ビジョンボードは見ていないのです。ビジョンボードも願いも手放していたのです。ジョン・アサラフさんは不動産業で成功したのですが、一生懸命お客様のためになろうと仕事をしていたら、途中からビジョンボードどころではなくなっていたのでしょう。意識がもう変わっていたのです。願ったりしていなかったのです。引き寄せ最大の誤解、感情。引き寄せの法則は波動に作用します。波動は感情で示されるため、自分の波動を知り、波動を調整するには感情に着目するといいのです。ですから、引き寄せの法則をマスターするには、感情をマスターすればいいということになります。しかし、この感情をどう扱うかが引き寄せ最大の誤解だと言えます。感情の誤解その1、ポジティブな感情だけになろうとする。一般的な引き寄せの法則では、感情がポジティブであることが重視されます。感情がポジティブな時、波動は高く、簡単に言うと願いが叶いやすい、インスピレーションが訪れやすい、健康になる、想定しないミラクルが起こりやすいのです。すると多くの人がポジティブな感情を目指して実践しますし、そういう教わり方をします。感情がポジティブになるような習慣を盛んに取り入れたり、外向きになろうとしたりします。ネガティブな感情を感じようものなら、大丈夫、大丈夫と即座にポジティブな言葉を自分にかけて打ち消したりします。感情はポジティブだけを認めて、ネガティブな感情はあってはいけないと思い込んでいます。しかし、日常生活ではネガティブな感情を感じる機会はいくらでもあります。横暴な上司、クレーマーまがいのお客様、家族とのいざこざ。感情を処理する方法を知らないと、ネガティブな感情はたまるばかりです。この状態では願いを叶えるのはとても難しいでしょう。感情の誤解その2、ネガティブな感情は感じてはいけない。ポジティブな感情がいいんだ、ネガティブな感情はいけないんだというメッセージを受け取ってしまうと、ネガティブな感情は感じてはいけないし、持ってはいけないと思い込む方が多くいます。もはやネガティブな感情は感じてはいけないは引き寄せの都市伝説と言えるほどです。結局これで起こってくるのは、ネガティブな感情が実際にはあるのにそれがないふりをすることや、ネガティブな感情を隠蔽してそもそも感じないようにすることです。これをやっていると感情に問題が生じ、ロボットのようになってしまいます。自分が誰で何を欲しているのか、何が楽しいのか、どうしたいのかが全くわからなくなるのです。さらには健康上の問題も起こってくるかもしれません。引き寄せどころか別の問題が起こってくるのです。感情の誤解その3、波動を上げようとしてしまう。そっか、願いを叶えるには波動を上げればいいんだ。こう受け取ると波動を上げることにばかり目が向いてしまいます。波動を上げる方法や食べ物、飲み物、習慣などいろいろありますし、それぞれに効果もあるのでしょう。しかし、上げようとしたものはいつかは下がってきます。波動も同じで、波動を上げようとすると、ちょっとの間は良くても、その後波動が落ち込みがちです。ですから、上を見るばかりではうまくいかないことがあるのです。感情に関しては、これまでこういった問題点、限界がありました。実は波動を調整するため感情を取り扱う際に注意すべき2つの原則があります。感情はポジティブもネガティブも全て感じてあげること。感情は感じてあげれば何の問題も起きない。問題が起こるのは感情を感じてあげなかったり、感じてはいけないと思ったりして感情が未消化なまま残ってしまう時だけ。
感情は可能な限りその場でしっかり感じて終わりにすること。感情は今の感情のこと。過去や未来についての感情、後悔、心配などは関係ない。いかがでしょう？これまで願いを叶えるために波動を高めなきゃ、ポジティブにならなきゃと思っていた方にとっては驚くような原則に思えるかもしれません。けれども、この原則に従って感情を処理しているとき、つまり感情を感じているとき、あなたのエネルギーは整っています。ポジティブな感情が良くてネガティブな感情が悪いというわけではありません。ポジティブな感情もネガティブな感情もその場でちゃんと受け入れて感じてあげれば、感情は正常に処理されてそこで終わりになります。それなのに自分の内側にあるネガティブな感情を見ないふりをして抑圧したり、ポジティブな感情ばかりを増やそうとしたりしてしまいます。一般的な引き寄せの法則では物事のいい面を探すので、ポジティブな感情を重視しているのは確かです。しかし、ポジティブな面を探してみても内側にあるネガティブな感情がなくなるわけではないので、上辺だけポジティブを装ってはいるけれど、心の中にはネガティブな感情がいっぱいという方もいると思います。これはとても居心地が悪い状態だと思います。波動も高くはありません。波動を高めなきゃ、ポジティブにならなきゃというやり方ではうまくいかないのです。思考ではなくビリーフが現実化している。思考が現実化する。思っていることが実現する。さらっと思ったことが実現するなら本当に素晴らしいのですが、実際はそうはなっていないというのが多くの人の実感だと思います。皆さんが念頭に置いている思考とは、こうなりたいといった願望のはずです。願望を持ってそれを考え続けたり、イメージの中で楽しんでみたことがある方もいるでしょう。しかし、なかなかそれは実現していないはずです。むしろ、いいことも悪いことも、願望として思ったことではないことが起こっているという方の方が多いのではないでしょうか。つまり、思ったことが実現するという考えでは、どこか本質には届いていない。何か大きなポイントを逃している。そうとしか思えないのです。実は、この思ったことが実現するという考えは、一見引き寄せの法則と同じことを言っているのではと思われる方もいるかもしれませんが、実は全く関係ないものなのです。頭でちょっと思ったことが実現するのではない。これははっきりさせておきたいと思います。では何が実現するのか。それはつまり、あなたが心の底、すなわち潜在意識レベルで信じ込んだことが現実化していると見るのが適切だと本書では考えます。潜在意識でどう思うかよりも潜在意識であなたが何を信じ込んでいるか。これをビリーフとか信念とか観念などと呼びます。あなたの本音に近いものだと思っていいです。例えば、潜在意識でどんなに私はお金持ちだと思ったとしても、自分なんて大したことないというビリーフを潜在意識レベルで持っていれば、それは実現しません。少し持てたとしても、私は愛されないというビリーフを潜在意識レベルで持っていれば、肝心のところで自分からその関係を崩してしまいます。つまり、思考が現実化するというよりも、ビリーフが現実化するという方がはるかに実態に近いのです。また波動もビリーフによって決まってしまいます。そのため肉体と自己制限を持って生きる私たちにはビリーフは根本的な問題となるのです。願いを叶えたいとき、寂しいから、それがないと困るから、周りの目が気になるので、こんな理由があるとしたら、損得感情から願望を持っている可能性があります。つまり、頭で考えてその願望を持っているのかもしれませんよね。実は、頭の中にだけしかない願望は実現しにくいのです。頭で願望を考えている状態は、潜在意識でこうなったらいいなと思っている状態です。その願望は恐れやジャッジに基づいているため、恐れの方が実現しやすくなってしまいます。実際に願望が実現するには、潜在意識でさらっと思うだけでは足りなくて、
顕在意識を超えた大きなパワーを呼び込む必要があるのです。これまであなたは思考は実現すると思って頭で盛んに考えてきたと思います。すると大抵はネガティブな気分になります。顕在意識は恐れやジャッジに基づいているからです。そして実際なかなか実現しなかったと思います。そこで本書では頭ではなくハートへ視点をシフトすることを提案します。頭で考えるのではなくハートで感じる。頭で思考をこねくり回すのではなくハートから出てくるものを感じる。これが大事です。今、心臓に手を置いて心臓が動いているのを感じてみてください。手に温かさが伝わってきますよね。本書はハートの視点から引き寄せ実践を考えていきます。頭で考えた願望の特徴でもあるのですが、その願望が実は自分の願望ではないことがよくあります。親がこうしてほしいと願っていることを自分の願望だと受け入れただけのことや、周りの期待、常識、ルールといった自分の外部からやってきた要望を自分の願望だと勘違いしていることもよくあります。いい子でいる必要があると思っている人は他人の願望を自分の願望だと思い込んでいるのです。これはエネルギー的に見ると自分という境界を持ったエネルギーが確立していないため、周りのエネルギーがあなたに侵入している状態です。自分という境界を持ったエネルギーのことを自分軸などと呼んだりしますよね。自分という境界を持ったエネルギーが確立していなければ、あなた本来の願望は出てきにくいです。親や周りの意見や批判などに左右されるのではなく、自分のハートから出てきた思いに従う。これができたとき、自分という境界を持ったエネルギーが確立したと言えるでしょう。すべてのものは波動を発しています。波動は波でもあるので、音としてイメージすると分かりやすいです。あなたは特定の周波数で振動していて、あなたの音は池に放った石が作る波紋のように周りに広がっています。すべてのものは同じように音を出しています。言ってみれば、宇宙のすべてのものが音を出しているのです。その音の周波数に共鳴する音は近くにあるし、共鳴しない音は遠くにあります。そしてそれが全体として美しく調和している。宇宙はそんなオーケストラのシンフォニーだと思ってみてもいいでしょう。あなたもオーケストラの一員です。あなただけにしか演奏できない大切な楽器のパートがあるのです。あなたの場所で、あなたの人生を経験したからこそ出せるユニークな音があるのです。この音を澄んだ音できれいに奏でることが宇宙というシンフォニーの調和を得るためには大事です。この音でいいのかなと変に悩んだりすると音がずれたりするものです。音はあなたの中にあります。何より落ち着いてリラックスすること。無理にいい音で鳴らそうとしたり目立とうとしたりすると調和が崩れます。普通にリラックスすることであなたは宇宙シンフォニーの一部となるのです。この時あなたは宇宙の力と共にあります。偉大な力を使っています。思ってもいないようなミラクルが起こるのはまさしくこうした時です。あなたの中にある音を澄んだ音で響かせる。波動で見た場合、大事なのはこれです。では、ここから真実の引き寄せの法則の姿をさらに具体的にしていきましょう。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？本書は真実の引き寄せの法則というタイトルにふさわしく、引き寄せの法則の本質を教えてくれるんです。ご自身がエイブラハムシリーズをプロデュースしていることもあり、エイブラハムが語る引き寄せの法則、そして宇宙の仕組みをめちゃめちゃわかりやすく伝えてくれます。この動画ではプロローグ部分のみですが、ここから具体的に引き寄せの法則の誤解を解いていき、頭からハートへ視点を変え、魂とつながり本来の願望を叶えていく方法に進んでいきます。その内容も概念的なものから具体的なワークや実践方法などまで満載で、読んですぐに行動に移せるようになっているのも楽しいんですよね。僕も引き寄せの法則に関する本をたくさん読んでいる方だと思うのですが、それらの本を読む前に
まずこの本を読んでおくとさらに理解が深まると思いました。そういう意味では引き寄せの法則のバイブルと呼べる一冊。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。